あとは、これはい。は私も携わらせていただきましたけど、こちらの書籍もね、ガリガはい。スーさんのガリガリ君ヒット術と、出していただきましたけど、こありがとうこにございます。対するファンの思いとか、そういったところどういうところで書かれたっていうのはありますか？そうですね。失敗を恐れずに枠を超えるってことですかね。商品開発っていうのは、要するに、その商品を作ってヒットするとは限らないわけですよ。未来わかんないわけですね。だからそれをビビって、物を出さなかったら、世の中とのコミュニケーションは取れないわけで。だから、それをもう思い切ってね、商品を作って、それでそのお客様に、あなたにとってこれは価値がありますかと聞くことが大切なんですよね。ものづくりやってて大切なのは、自分で作って自分が食べるんだったら、それは何や作っても構わないんですけども、お金を出してくださるお客様ですからね、お金をくださるのは。自分の給与もそうですから。で、そうなってくると、お客様が欲しいものを探し当てて、出していくと。だから時代が変わるときには、今も生成 AI でどんどん時代が変わってますけども、今全くそのデフレからインフレに変わる土地で、新商品にとってはものすごくグッドタイミングなんですよね。だから世の中が変わると、お客様が求めるものも変わりますから、それに合わせて商品を開発していくっていうのがとても大切なことだと思うんですよね。ありがとうございまはい。す。そしたら講演もですね、かなはい。りもう多く今もやっていただいてまして、講演依頼 .com の中でもですね、ずっと人気ナンバーワンの講師としてやっていただいありがとうごてますが、ざいます。講演会とか、こういったオンラインの講演を通してはい。ですね、鈴木さんが大切にしていることをちょっとお聞きできればと思います。今のそのこともそうなんですけども、大切なのはこれ、講演を受ける方は経営者の方と社員の方と二つに分けられるんですね。そうすると、経営者に求められることと、経営者が社員に求めることって二つあると思うんですよ。で、その辺がまず最初にきちんと整理整頓しておかないと、世の中で働いた時に、急に自分が管理職になった時に、それが何をやっていいかわからないってことになるので、その辺のことも整理整頓したことを私は最初にお伝えできればいいなっていうふうに思ってるんですよね。その立場に応じて、こういうことに心がけてやっていけば、その仕事もやりやすくなるよねとか。そういう、そうですね。それがないとですね、基本ですから、そういうことができてないとダメだっていうのは一つあると思うんですよ。それと次にやっぱり大切なのは、商品ってのは必ずプラトー現象って言って、必ず売れなくなるんですよね。忘れられちゃうっていうのはありますから。じゃあそれに対する対策をどうするんだっていうのがあるわけですよね。私はこの講演の中でも必ず言うんですけども、必ずどんな企業でも30年経ったら疲弊して世の中に見捨てられますよと。その時に世の中にどういうふうに対応していったらいいのかっていうのをこの講演の中でお話しさせていただいてるんですね。りがとうございます。はい。鈴木さんは、なので、高木乳業に新入社員で入って、そこから開発だったりとか、いろんなもう人事以外の全ての部門を経験した上で、経営の方まで最後は携わりというところで、いろんな立場の対して、ご自身の経験値からお話しできること、たくさんおありだと思うので、そういったところをぜひお客様の中でですね。43年の長きにわたって仕事させていただいて、今、土田さんからもそう言っていただきましたけども、技術的なことね、技術のこと、科学とかそういう進歩っていうのは、私が遠く及ばないほど進歩してると思うんですよ。今、先ほどもちょっと言いました、生成 AI なんか特にそうですよね。具体的に使い方はわかるけど、じゃあどうやって作るのってわかんないわけですね。ただしですね、そういう科学的とかそういう進歩、技術的な進歩があっても、人間が集まる世界っていうのは人と人との関わりですから、仕事は組織作ってやっていくわけで、一人だけで仕事やるわけじゃないですから。ですからそういう中では、人が育つ環境をどうやって作っていくかっていうのは、今も昔も変わらないと思うんですよ。これからも。人間永遠に生きませんのでね。みんな生まれて死んでいくわけですから、そしたら、技術だとかそういうのは蓄積されて永遠に行くわけですけど、そうはいかないのでね。やっぱり生身の人間がお互いどうやってうまく組織を作って生きていくかと、そういうところをもう具体的にね、倒産しそうになった会社を今、非常に順調な会社まで来たっていうのは、そういう組織を作ってきたからだと。だから、その辺を図解して、お話をできるように講演ではさせていただいております。ありがとうございます。
そしたらですね、最後にもう鈴木さんの講演をですね、企画検討されていらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃると思うので、そういった方に向けて後押しのコメントをいただければありがたく思います。そうですね。だから今言ったその組織の作り方を具体的にお話しできるっていうことと、もう少し具体的に言うと、その上司になった時に、上司としてその部下に何を与えて、どういうふうに導いていくのかってことですよね。で、それを具体的にお話ししたいし、逆から言うと、その部下がね、上司に求めてることっていうのがもう5つあるわけですよね。それは、その永遠不滅だと思うんですよ。そういうことも講演会ではお話ししていきたいですね。それと、もうちょっと、きついことを言えばですね、社会に出るっていうと、自分のことっていうか、自分の価値は他人が決めるんですよね。それ意外と皆さん社会に出て仕事していくと、自分はこう仕事してこれをやったから自分はこうなんだって言いがちなんですけど、実はそうじゃないんですよね。自分のことは、それ自分が例えば課長になりたいって言っても誰もそれは許さないわけですよね。自分が決められないわけですよ。それは周りの人の判断で決まるわけですよ。上司だとか部下のね。だからその辺が自分のことは周りが決めるんだってことを忘れなく仕事をなさってほしいとか。まあそれはどういうふうにしたってそうなるっていうか、そんなお話も入れたいなと思ってますね。ちょっときついですけどね。実際鈴木さんの話はね、ご自身の成功談というよりはどちらかというと失敗談をふんだんにそうですね。追い込みながら。そうですね。何しろ1000個以上新商品作って今残ってるのは30個ぐらいしかなくて970個は失敗した男ですからそのチャレンジの蓄積が今のそのガリガリ君だったりとか、今ねコンビニに行ったらそういう商品が見れるわけですからね。そうですね。ですから私の講演の最終目標っていうのはで帰る時にですね、受講が終わって帰る時にみんな元気になって前向きになった気持ちで帰れるっていうことが私の講演会のいいところではないかなと思うので、ぜひお呼びください。ありがとうございます。そしたらぜひですね、鈴木さんの講演会を検討している方、楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。